あるビルの警備室でパソコンの画面を覗き込む二人の男たち。彼らはあるチャンネルの生配信を今か今かと待っていた。生配信暴露チャンネル、真相をお話しします。そこで明かされるのは、あらゆるゴシップの真相。有名人の裏の顔。世間を騒がせたあの事件の報道されていない真実。話し手に選ばれし者は、とっておきの真相の暴露と引き換えに、観衆からの投げ銭を獲得する、一世一代の大勝負が繰り広げられる、今一番ホットな場所。驚愕の暴露の数々に沸く観衆と、飛び交う高額の投げ銭。チャンネルが史上最大の盛り上がりを見せる中、ついに警備室の男たちにスポットライトが当たり、今宵明かされるその真相、あなたも覗きたいと思いませんか？前代未聞の暴露系エンターテインメント開幕。じゃあまずは、ストーリー、没入度、印象度、満足度、おすすめ度の5項目、それぞれ。まずはストーリーから5段階評価中なんですか？トムさん。4です。はい。自分は5です。はい。理由を教えてください。構成として面白かった。一個一個の短編みたいな感じが、本コアとか世にも奇妙な物語みたいな感じで、意外とそういうのが好きなんだなって思った自分が。いや、それはね、わかる。わかる。これも、その短い話だと、途中で飽きない。で、一個一個の話も面白かった。まあ、3つ ?4 つぐらいあったのかな？そうね、3つプラス本編みたいな感じかな。意味がわかると怖い話みたいな、そういうのも一個一個面白かった。で、まあ、それを全部含めての大筋としてのストーリーもあって、でそれもなんかね、まとまりも良かったというか、まあ、小説版も読んでるから、まあ、ネタバレの方でその話もするんだけど、私は小説版よりは映画版の方がすごい良かった。ストーリーとしては。だから5つけても良かったね。俺はね、トモさんが全くその言ってる通りで5です。はいはいはい。いやもう一言一句その通りで、いや、見やすかったし、流れも良かったし。そうだね。ちょっと、まあ、なんで4にしたかっていうと、最後の終わり方が、なんか、ちょっとなーみたいな。これあんま言わない方がいいかな。ネタバレの方で言った方がいいかもしれないけど。まあ全然そのぐらいならいいんじゃん。まあ別の終わり方もあったんじゃないかなっていうか、そこで4かな。はい。はい。じゃあ次、没入度。はい。これ4なんですけど。高い。と思った。まあなんだろう、飽きが来ないかっていう話になってくるから、なんだろう、最初に本筋が始まって、そこからすぐにね、一つ目の話、短編の話に行くからね、なんかあらすじがダラダラしてない。まあ、次々と展開があって、最後長々と本編を話すみたいな。その作りが、まあ俺は飽きずに見られたなっていう感じ。ちょっと本編長いなとは思うけど。私はね、2でね、まあ低いんだけど、ちょっと評価の観点が違うかもしれないけど、なんか現実味がないというか、そういう意味での没入はできなかったかなっていう感じ。現実味がなさすぎて、ちょっと引いてみちゃったって感じ。そうだね。じゃあ次、印象度。印象に残るシーンは多分いっぱいあるんだけどね。それっぽくないような顔して、全部人が死ぬ話じゃん。確かに。なんかこう、変わり映えしなかった。確かにそうだ。だからなんか、よくよく考えるとなんかこれっていうシーン、1個だけとかならそれが強く残るんだけど、なんかまばらに人が死んでるから、ちょっと印象薄れたなって感じが。なるほどね。私は、これ印象度で言っていいのかわかんないけど、ミセスのボーカルの人の演技が上手すぎて、まあアーティスト、ミュージシャンにこんな演技ができるんだっていうのがね、すごいね、印象に残ってるっていうか、表現とか顔の作り、表情とか。でも俺見てないけどさ、アーティストの
映画あったよね。あった。セカオワのね。そう。あれも、あれまた別の話になっちゃうけど、あれも、ボーカルの人めっちゃ演技上手かったけどね。だからなんかアーティストの人って本当に表現者なんだなっていう表情の作り方というか動きとか仕草すごい表現力だなっていう、ね感じがありました。そこに注目したと。はい。印象度なのかわかんないけどね。私はそれが一番印象に残ってる。てかそれだけで見る価値がある。はい。次満足度。はい。2? 低い2? 私5だよ。ストーリーで触れたんだけど、俺も終わり方が、すごいスッキリしない。ホラー映画とかそういうのでよくあるけどさ、問題が問題として残ったまんま終わる。あの感じが俺好きじゃなくて。はい。好きじゃない派ね。そう、低めです。はい。そのまま出してほしい。よくあるよね。見てる側に判断委ねますみたいな。そう。まあ、若干モヤモヤがね、残るからね。どうしても。私は5、もうほんと面白かったから。まあ、細かいところはね、まあ、いろいろとあるけど、小説版と比べても映画の満足度はかなり高い。はい。ただただ満足ですと。はい。で、最後、おすすめ度。そんなに満足したのに、おすすめ度低い。なんでっていうのはなんか、やっぱ終わり方かな。終わり方か。ものすごく面白かった。満足はするけど、それが面白かったかって言われると、人にはおすすめしにくいかな。まあ自分の満足と人が満足するかがわからないところもあるのかもしれないけど。個人的な満足度は低いけど、まあ別にそういう終わり方が気にならない人も多いかなと思うから、それ以外の評価は別に比較的高いから、まあ全然おすすめできる範囲かなっていう感じかな。逆だね、トンさん。そうだね。まあ軽く見れるなんか最近のいい映画ないみたいに言われたら軽い気持ちではおすすめできる。ものすごく面白くって絶対見た方がいいおすすめの映画あるって言われた時にはおすすめしないかな。まあ。まあ5ではないかなって感じはする。そこはまあ同じ。はい。ということで、2人の評価を足して、ゴニャゴニャかける2をして、ゴニャゴニャ。100点満点中何点かっていうところをね、トンさんの方から発表お願いします。ドゥルルルルルドン !72 点でーす。わー、高いよね、でも。高いか。いわゆる5段階評価レビュー 3.6？ 3.6。まあ見るのにちょっとためらうぐらいの映画か。自分がね。4点にあったら面白いんだろうなーっていう感じはするけど。じゃあ80点出さないと。そうね、80点いったらものすごく面白い映画と言えるかもしれない。これは結構最初の方のレビューになっちゃうだろうから、いくつかね、自分たちの基準が鳴らされていって、これがどのぐらいの順位に収まるのかっていうところがあります。評価はバラバラだけどね。まあいいんじゃないですか。だって見る人それぞれでね、評価違うから。平均でね、平均値で。ネタバレありの話いいですか？ね、こっからね、ガンガンネタバレありの話なんですけど、まずね、これ見た後にすごく面白かったから、小説も読もうと思って、も読んだんだけど、真相をお話ししますの番組内であった短編が5作品かな入ってるだけの短編集みたいな感じなんだよね。最初の家庭教師の話、お父さんのやりもくっていう話、あと、三角関係、四角関係、三角関係だっけ？三角は読んだかな？あともう一個、映画にはなかった話と、最後っていうかまあ、映画の本筋のチャンネルの話の5本で何も繋がってもないんだよね。だから全体に自分たちがそういうチャンネルに利用されてて、復習をしたいみたいな話は一切なくって。ただ短編で真相を話しますじゃないけど、こういう真相でしたみたいな話だけなんだよね。だからそこが映画ではまあ自分の持ってる話をするっていう形式で進むのがうまいなとは思った。なんか全ての話につながりを持たせるっていう感じだね。そうだね。短編の事件自体は本編と何ら関係ないからね。
そう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 。そうだね。で、まあ、終わり方だけど、まあ、賛否あったね。だからやっぱりね、私はね、そこはね、もやもやする。なんか、俺らの中だとピッピだけどね。ピッピ賛否じゃないけどね。あ、ピッピ、そうね。そう、ピッピなんだけど、私がピって思ったのが、今参加してるその視聴者を裁くよりも前に、親とか、その当時参加してた、視聴してた人たちとかを裁いて欲しかった。あれうん。っていうのもあるし、あなたたちはどうしますかみたいな。どっちに投票しますかみたいな訴えかけは、それはそれでいいのかなとは思った。視聴者に委ねます。あなたたちも当事者ですよっていう訴えかけっていうことが、なんか映画の中で一番伝えたいことだったのかなって、なんか私はそれで納得することにした。まあそうね、視聴者側に最後訴えかけてみたいなのは、確かにメッセージ性はあるよ。うん。それでね、無理やり3の方にね、自分を納得させた。ちょっとネタバレのところから離れるんだけどさ、主演って言ったらいいのかな、菊池風磨の、そのね、ドッキリ系のバラエティでよく見るから、感情が乗った演技をすればするほどバラエティの顔がちらつくんだよ。なんか番組性もそんな感じだしね、そのなんか。ちょっとね、それはノイズだったかなって感じがする。私演技初めて見たかもしれない。確かにあんまり見ないっちゃ見ないか。まあアイドルだしね。そこがね。まあでもそういうのも大事だから。全体的にサイコパスが多いけど、俳優、女優が、オルトが多分サイコパスじゃないんだろうから、ある程度憑依させてはいると思うけど、まあなんか若干違和感はあったかなっていう感じはする。さっきさ、言われて、みんなまあ、殺しの話、人が死んでるっていうのは確かにそれなんかあんまり意識してなかったけど。話の怖さっていうより顔怖さが全体的にあったかなっていう。なんかうまいこと言いたいけど何も言うことがないな。サイコパスの演技って難しいよね。サイコパスってさ、よくわかんないところで笑うよね。そうかもね。っていうイメージがあって、その不意の笑顔みたいなので表現はされてたけど、ピタッとハマる感じではなかったかなっていう、俺のサイコパス像と。幼少期のうちに怒られてるのに顔が笑ってるとか、笑顔なのに怒られてるとかっていうことを経験すると、感情がちぐはぐになっちゃうらしい。だから怒った顔で怒った方がいいし。なるほどね。まあ単純に鏡というか、まあそこから学びを得る、模倣するのが人間という生き物だから、怒ってるっていう感情の時は笑った方がいいんだ、みたいなのが紐づく。サイコパスだとちょっと、まあ通常とは考えが逆というか、まあ感情とこの表現とかが一致しないのかなっていうイメージはある。まあまあ、人を殺したりするような人はね、正常な精神ではないから。まあそうか。復讐者とかだと、またサイコパス味が薄れるんだけど。てか待って、アマプラで、真相を話しますの、今のレビュー、ちょうど 3.6 なんだけど。一緒じゃん。世間ともずれてないね。まあ、そうなのかな。はい、じゃあこの辺で終わりましょう。はい。どんどん動画は上げて、まあ映画も見て、まあ本も読んでかな。レビューをどんどん上げていくと思うので、見たいと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。